主権の確立、領土の確定をする中、朝鮮が南下を図るロシアの勢力下に入ることに危機感を強め、朝鮮を日本の安全のため守るべき地域と位置づけた。朝鮮を開国させた日本と朝鮮への総主権を主張する清とは対立を深め、1894年、日清戦争が始まった。日本は勝利し、両党半島、台湾などや多額の賠償金を得る。台湾を植民地とする一方、両党半島はロシアなどの干渉により清に転換した。満州、さらに朝鮮へと勢力を及ぼすロシアに対抗するため、1902年、日英同盟を結ぶ開戦に備えた。ロシアとの交渉は決裂し、1904年、日露戦争が始まった。日本は勝利し、朝鮮からロシアの影響力を排除し、ロシア支配下にあった両党半島の租借権や南満州鉄道の権益などを得たが、賠償金は獲得できず、国内に不満が高まった。日本が満州での権益を独占していくと、満州への進出機会を伺っていたアメリカと対立するようになっていた。朝鮮では日本の統治に対する抵抗運動が広がる中、日本はその植民地化を進めた。1914年、第一次世界大戦によると、日本は日英同盟に基づき連合国の一員として参戦し、ドイツ支配下の中国陳下、太平洋の南洋諸島などを占領し、翌年、大陸での権益を拡大しようと21か条を強く要求した。中国では排日運動が高まり、欧米列強は日本の中国進出に警戒を強めた。一方、地中海で連合国の輸送船などを護衛した。大戦の最中に起こったロシア革命の影響の拡大を防ごうと、連合国はシベリアに出兵した。他国以上に共産主義勢力に強い警戒心を抱いていた日本。満州の権益の擁護のため、日米合意以上の兵を最後までとどめたことから、国内外で批判が高まった。敗戦後、世界平和の国際協調のため国際連盟が誕生し、日本は常任理事国として国際協調を重視する外交を進めた。ワシントン会議では、中国の主権尊重、領土保全などが決められ、海軍軍縮が行われたが、これに海軍は不満を持った。列強からの覇権回復と国内統一を目指す蒋介石が率いる国民政府軍は、北方の軍閥を討伐する途上の1927年、南京で外国領事館などを襲撃し、アメリカ、イギリスは武力で報復した。協調外交を進める日本は加わらなかったが、以後、特に満州での権益が侵害されるような場合は、自衛の措置を取る方針を打ち出した。国民政府軍の勢力が北京に近づくと、日本はこれを阻止しようと山東半島に出兵し、日中両軍は衝突した。一方、満州の日本軍、関東軍の一部の軍人は、1928年、満州軍閥張作霖を軍道に従わないとして爆殺した。1929年にアメリカから広がった世界恐慌の波に日本も乗り込まれた。イギリス、フランスはブロック経済政策、アメリカはニューディール政策で対応する一方、ドイツではヒトラー、イタリアではムッソリーニが独裁体制を築くなど、経済安定の上に機能した国際協調は崩れ出した。1930年、ロンドン海軍軍縮条約の締結に対し、一部の野党政治家、軍人や国粋主義者は、天皇の軍を率いる権限の侵害だとして、政府への不満を高め、協調外交が次第に行き詰まっていった。政党政治に対する不満は高まり、軍部が力を持ち始めた。中国で
では列強から国権を回復しようとする動きが盛んになり、日本の権益の中心であった南満州鉄道に連行する鉄道を建設する動きが起こった。1931年、韓国軍は満州での権益の保護拡大を狙って南満州鉄道の線路を中国側の行動によるものとして爆破し、その後満州全土を占領した。満州事変で国内の共産党の討伐を優先する蒋介石は日本に対し武力に訴えることなく、直ちに国際連盟に提訴した。1932年、関東軍は清朝最後の皇帝を元首の満州国を作ったが、国際連盟はこれを承認せず、軍の引き上げや連盟の援助の下での解決交渉を勧告した。反発する日本は6年、国際連盟を脱退した。日本国内では1932年、海軍将校による首相殺害事件、五一五事件で政党政治の時代が終わり、1936年には陸軍将校によるクーデター226事件が起こった。以後、軍部は政治的な発言力を強め、軍備の拡張を一層進めていった。日本軍が韓国を勢力圏にしようとして中国との対立を強める中、1937年、北京郊外の盧溝橋で日中両軍が衝突した。通州などでは日本の軍人、居留民が犠牲となった。戦火は上海に広がり、宣戦布告なしの全面的な日中戦争が始まった。日本軍による南京事件、重慶爆撃では多数の住民が犠牲となった。アメリカ、イギリスなどは中国を支援する一方、アメリカは1939年7月、日米通商航海条約破棄を通告し、日本を経済的に締め付けようとした。その年の9月、ヨーロッパで第二次世界大戦が始まり、オランダ、フランスがドイツ軍に敗れると、日本国内ではその植民地がある南方への進出の機運が急速に高まった。日本は日中戦争の行き詰まりの打開と同時に、さらなる資源獲得を目指し、まずアメリカ、イギリスなどの中国援助を断ち切るべく、1940年、インドシナ北部に進駐した。さらにドイツ、イタリアと三国同盟を締結してアメリカの参戦を抑え、翌年、ソ連と中立条約を結んで北方の安全を確保した上で、インドシナ南部に進駐し、東南アジア一帯の資源を確保できる体制をとった。アメリカは対日石油輸出を禁止し、インドシナ、中国からの撤退などを要求した。解決のために日米交渉が続けられたが決裂し、日本は戦争を決意した。1941年12月8日、日本軍はオランダ領インドネシアの石油を求め、イギリス領マレー半島に上陸すると同時に、ハワイのアメリカ海軍基地を奇襲し、太平洋戦争が始まった。こうして全世界が戦場になった。日本は戦争の目的として自衛と大東亜共栄圏建設を唱え、半年ほどで東南アジアのほとんどを占領した。しかし、資源や食料を取り立て、住民を戦争に協力させたため、武力による抗日運動も起こるようになった。1942年、日本軍はミッドウェー海戦で敗北し、翌年、ガダルカナルから撤退した。連合国軍の反撃が本格的に始まり、制海権、制空権を失い、戦局は悪化する中、日本国内では物資が不足するようになった。すべてが戦争のために投入される総力戦のもとで、1943年から
兵役についていない男性は徴用され、中学生や若い女性も勤務動員された。朝鮮、中国からも動員され、厳しい労働条件の下で働かされた。1944年、サイパン島で日本軍は全滅し、テニアン・グアム島もアメリカ軍に占領された。大型爆撃機の基地が作られ、日本本土の主要都市の空襲が可能となった。都市部の子どもたちは親元を離れて地方に疎開した。敗戦が決定的となったが、日本には戦争を終わらせようとする目立った動きはなかった。劣勢となった日本軍は特別攻撃隊によりアメリカ軍に抵抗を始めた。1944年11月以降、アメリカ軍は日本の軍事施設や工場を目標に空襲を本格化させ、後に戦意を喪失させ、戦争の早期終結を図る意図を上回る無差別爆撃を東京、大阪など主要都市のほとんどが焼け野原となり、多くの住民が犠牲となった。1945年3月に硫黄島、6月に沖縄本島がアメリカ軍に占領され、多くの日本の軍人、民間人が悲惨な最後を遂げた。7月、日本に無条件降伏などを求めるポツダム宣言がアメリカ、イギリス、中国の名で発表されたが、日本はソ連の仲介を期待し応じなかった。アメリカは多大な犠牲が予想される本土上陸作戦を回避しながら、戦争の早期終結とともに戦後ソ連に対し優位に立つため、8月6日に広島、9日に長崎に原爆を投下した。一方、2月のヤルタ会談でもアメリカ、イギリスとの秘密協定に基づき、ソ連は日本との中立条約を破って対日参戦し、8月9日以降、満州や朝鮮、南から千島に侵攻した。8月14日、日本はポツダム宣言受諾を決定し、15日、天皇は降伏を国民に伝えた。こうして多くの犠牲を出した戦争は終わった。